育成テニスラボ瀬俊二です。今回は沖縄で行われました選考カップ in 沖縄55歳以上のメンズダブルスの様子をお送りします。試合方式は2セットマッチのセットオール10ポイントタイブレイクです。気温19度、北風7メーターです。画面奥から手前に向かってかなり風が吹いています。画面奥が山下吉田ペア、手前が伊藤布施になります。山下さんは全日本ジュニアの優勝者ですし、吉田さんは全日本ベテランのベスト4の選手、伊藤さんは ITF のポルトガル世界大会の日本代表でもあります。プロ野球のオープン戦がすぐ近くのスタジアムで、開催されているのでかなり音が入っています。音量に気をつけて見ていただければと思います。このボールはグランドスマッシュかなと思いましたが、ストロークに切り替えて打っています。こういったボールが少し風に乗って長く飛んできます。リプレイです。左股関節を畳んで3コースに打てる構えです。左足を真下にキックして体が回転します。センターにしっかり打ててますね。バックハンドのハイボレーです。しっかりヘッドダウンさせてスイングすることで強いボールになります。ファーストゲームちょっと危なかったですが、うまくキープができました。初めのサービスゲームはやっぱり難しいですね。リプレイです。吉田さんのアングルショットを予測して前に詰めていたのが良かったですね。ナイスボレーでした。こういうのが風で戻って入っちゃうんです。ここは山下さんのリターンをリプレイです。ライジングで完璧なインパクトです。めちゃめちゃいいリターンですよね。アングルボレー狙いましたが入りませんでした。このポーチが決まって、出足が 3-0 とちょっと出来すぎ感のある、ゲームのスタートです。
この辺りは山下さんのテンポのいいストロークと打ち合うのがすごく楽しくて気持ちよくラリーをしています。これはうまく打てました。リプレイです。しっかりと振り抜くことができました。これぐらいいつも振れるといいですよね。ここはリプレイです。コートの外からうまくねじ込むことができました。さっきと同じパターンです。伊藤さんがちゃんとしゃがんでくれているので右側に打つことができました。こういう前衛の動きは結構大事ですよね。ゲームは5ラブとなっていてスコア的には一方的なようですが中身は結構濃い内容となっています。チャンスボールを作ってのナイスボレーでした。これはコーチとの読み合いでしたがサイドアウトのようです。ここでディサイディングポイントですがセットポイントが来ました。伊藤さんのナイススマッシュです。必要なコースに必要な力で打っています。力まずにポイントしているところはさすがです。うまくファーストセットをアップすることができました。セカンドセットです。サイドを交代されてますね。セカンドセットのスタートです。すごく重要なサービスゲームとなります。大会本部より選手のお呼び出しをいたします。三尾佐々木ペア、三尾佐々木ペア、大会本部までお願いします。ナイスタッチです。リプレイで見てみましょう。ショートバウンドでしたが綺麗にコントロールされています。ここは30オールにするまでは我慢が必要です。ここはまずスマッシュでワンポイントです。このポイントはよく我慢できました。
リプレイです。ネットにできるだけ詰めて上からはたくようなボレーでした。ファーストゲームをキープできたのは大きかったです。リターンゲームを思い切って攻めていくことができます。ちょっとやりすぎ感があるぐらいのポーチです。かなりセンターに立ってました。リプレイです。落下地点に早く入ってしっかりスマッシュを打っています。ナイススマッシュです。このリターン詰まりましたが、しっかり左足で頑張って打ってます。この2本はしっかりいいストロークが打ててます。さすが山下さんでいいボールが返ってきました。このシュートボールはリプレイで見てください。左に曲がっていきます。顔の前でワイパースイングすることでボールに横回転がかかっています。打点を前にするのがポイントですので、ぜひ打ってみてください。結構ミスが取れる確率が高いです。この方はちょっとタイプ違いますがシュートボールです。伊藤さんちょっと力入ったようでアウトになったようです。これもかなり力入ったみたいですね。ちょっと肩の力抜いていかないとっていう感じです。こういったストロークもグリップを強く握らないということが絶対条件ですので試してみてください。これはちょっとイレギュラーだったようですね。30オールからしっかりキープして3ラブとなっています。これはうまく組み立てられてしまいました。ナイスロブとナイスボレーでした。リプレイです。長いラリーでしたが、ここで吉田さんのフォアハンドが炸裂です。ナイスショットでした。ナイスポーチです。山下さんの詰めが速いです。これはやっちゃいましたね。フォアボレーのミスです。このボール入ってます。エアーワイっていうんですかね。フォアハンドのジャックナイフです。
のドロップショットめちゃくちゃうまく打ったんですが、ナイスランです。しっかりコートに入っています。バックサイドでも山下さんのいいストロークです。構えから全くミスする雰囲気はないですからね。山下さんのストロークのリプレイです。重心を落とした低い姿勢でボールに入っていって、ラケットヘッドが前を向くくらい右腕は内旋しています。ボールよりもラケットが下に入ってワイパースイングの準備ができています。頭が前に出ないので綺麗なワイパースイングになっています。ラブサーティとなってここはピンチです。少しアウトだったようですね。フェイントかけたらストレートに打たれてなんとか返しただけでした。このスマッシュ決めきれず、結局伊藤さんに決めてもらいました。このポイント大きかったですね。これは吉田さん詰まったんでクロスはないと踏んでの予想してのボレーでした。ちょっとネットから離れていましたが、うまくドロップボレーにすることができました。ここは片手バックのジャックナイフです。リプレイで見てみましょう。あんまり飛んでないんですけどね、もう少し練習していきたいと思います。ナイススマッシュです。いいコースに打ってますね。ここでマッチポイントです。このフォアボレーが決まってゲームセットとなっています。6ラブ6-1はちょっと出来すぎのスコアです。内容的には結構厳しいシーンもありましたし、いいゲームだったと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。試合の後の記念撮影です。伊藤さん選考カップのポスターになっています。表彰式の様子です。